皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、チャイナリスクの中でも実際に発生したら一番悪影響が世界中に広がってしまう話題について取り上げていきましょう。それは米中の軍事的な衝突や、もしくはそこまではいかなくとも米中の冷戦構造がより本格化するというリスクについてです。2019年、米中貿易紛争にすでに突入しており、両国の覇権争いというものはすでに多くの人々の知るところとなっています。そして2020年は新型コロナウイルスによるパンデミックが世界中に大きな被害を与えています。その中においても欧米は特に被害が深刻です。EU 諸国の被害も大きいのですが、アメリカにおける被害というものは世界で最も深刻な状況です。感染者数というものも世界一ですし、それに連動しての死亡者数というものも世界一になってしまいました。犠牲者の数は7万人に迫っており、この犠牲者の数というものは戦争に例えれば、朝鮮戦争やベトナム戦争よりもより多くの人々の命が失われるようなことになっています。さらに命は失ってはいないものの、職を失った人々というものも非常に多いです。わずか1ヶ月半の間にアメリカでは失業申請が3000万件になりました。このようにアメリカは多くの人々が命を失うように、同じように経済的にも大きな打撃を受けており、国民の生活が脅かされている状態です。トランプ大統領は国民の動揺を鎮めるために、一体誰がこのような悲劇の原因を作った国なのかということを積極的に非難をしています。トランプ大統領は、そもそもこのウイルスというものが中国武漢における研究所から流出したのではないか。そして初期の流行1ヶ月は中国政府が積極的にこの情報を隠蔽を図っていたのではないか。その隠蔽が失敗して中国湖北省武漢において新型コロナウイルスによるアウトブレイクが発生、そして中国全土がこのウイルスの蔓延を許したのではないか。そのせいで世界中に新型コロナウイルスの感染流行というものが広まってしまったのだということをトランプ大統領は指摘しており、このような事態を招いた責任というものが中国にあるのだということを指摘しています。しかし、トランプ大統領のこうした追及に対して、どのような形で責任を取らせるのか、その責任の取らせ方によっては、中国の本格的な報復や米中の軍事衝突などの懸念についても指摘がされています。どのような状況の悪化が考えられるのかニュースを見ていきましょう。新型コロナ発端で米中有事の懸念。日本に危機への備えはあるのか。中国の湖北省武漢を感染源とする新型コロナウイルス問題で、アメリカやイギリス、オーストラリアなど計8カ国から損害賠償を中国に求める訴訟が相次いだ。賠償の総額は中国の年間 GDP のおよそ7年分の100兆ドルと報じられた。中国外務省は訴訟の動きに悪意があると反発した。だが訴訟に限らず、今回の新型コロナ問題が国際社会と中国の対立を激化させる要因になることはもはや避けられそうにない。場合によっては何らかの有事に発展する懸念すらある。日本は危機的事態への備えはできているのか。共産党の資産凍結。トランプアメリカ大統領は新型コロナウイルス問題をめぐり、中国が感染情報を当初は隠蔽するなど、誤った対応で深刻な事態を引き起こしたと批判している。アメリカ・ワシントンポスト紙などは、トランプ政権が中国への報復措置を検討していると報じた。感染源が武漢のウイルス研究施設にあるとの疑惑も強まっており、トランプ政権は調査を急いでいる。関税の大幅引き上げなど経済制裁のほか、アメリカ政府として中国を相手取った賠償請求訴訟も選択肢に上る。すでにフロリダやテキサス、ネバダなど各州で民間ベースの集団訴訟が相次いでいるが、州政府として初めてミズーリ州が4月21日に中国を提訴した。イギリスやイタリア、エジプトやオーストラリア、ナイジェリア、インドなどでも訴訟が相次ぐ。中国外務省は悪意を持った訴訟の乱用だ。中国は感染症で責任ある態度をとっていると強硬に反論して一歩も引かない。各地の裁判所で起きる訴訟に応じる可能性はゼロに近い。加えて国際民事訴訟においては中国政府が被告となっても主権免除の扱いとなり、国家に強制執行の効力は及ばない。このためミズーリ州などは責任追及の相手を主権を握る中国政府のみならず、中国共産党を連帯被告と位置づけているのが鍵だ。中国共産党が海外に持つ資産や共産党の幹部らが海外に逃がした巨額の個人資産や現地の不動産などの差し押さえが可能になる。
政党は国家ではなく主権免除の対象とはならないが、共産党は事実上中国を全面統治している。日本でも今後、対中提訴の動きが出てもおかしくない。中国を相手取った損害賠償訴訟の数々はこの先、長期にわたって中国と国際社会の関係を引き離す大きな要因となる。訴訟以外にもアメリカは国際緊急経済権限法 IEEPA を適用すれば、中国が外貨準備で保有する1兆ドルを超えるアメリカの国債の無効化が可能だ。中国は追い詰められる形だが、その場合、中国が報復措置に乗り出すのも疑う余地がない。報復関税措置のみならず、不買運動や激しい反米デモなどに加え、中国に進出している外資系企業の資産差し押さえや、駐在する外国人の身柄拘束も起こりうる。対中進出した日系企業が対象から外される保証はどこにもない。大統領選の争点に、さらに今年11月に控えるアメリカ大統領選挙が米中関係に暗い影を落とす。国内から新型コロナウイルスで初動対応の遅れを指摘されているトランプ氏は、対中批判を選挙材料にし始めたとされ、選挙戦の争点にも浮上してきた。それも対中貿易戦争や関税などの制裁、損害賠償訴訟といった経済的な制裁にとどまらない。マレーシアを拠点に中国やアジアに進出する日本企業向け助言業務を行っているエリスコンサルティングの立花代表は、オンラインで産経新聞の取材に応じ、11月以前に何らかの衝突が米中間で発生してもおかしくないと強調した。その背景として立花氏は、新型コロナウイルス感染によるアメリカの死者が7万人近くに上り、トランプ政権が中国の責任を強く追及している現状を指摘した。しかも、新型コロナウイルス問題による原油価格の急落で、アメリカの軍事産業と密接に結びついているエネルギー業界の苦境という事情がある。さらに南シナ海や東シナ海、台湾海峡における中国軍の威圧的な軍事行動への懸念、不透明な北朝鮮の政治情勢といった変数が複雑に絡み合ってくる。中国はアメリカといきなり事を構えるのは得策ではないと考えているのか、あるいは新型コロナウイルスの感染抑制で成果を上げて国際的に注目され始めたことへの嫉妬からか、台湾を当面の攻撃対象にしている。中国人民解放軍で対台湾作戦を担当する東部戦区がネット上で、幻想を捨てて戦争の準備をせよと呼びかけた。また、共産党機関紙人民日報系の環球時報は社説で、かつて中越戦争などで中国が宣戦布告をほのめかす際に使った脅し文句、警告しなかったとは言わせないぞと書いた。いずれも4月半ばのことだ。新型コロナでアメリカ空母や台湾の艦船でそれぞれ多数の感染者が出ており、感染経路を含めて中国の関与を疑う声も出始めている。一触即発の事態も起こりかねないリスクをはらむ国際情勢下で再選を目指すトランプ氏が11月までの間に中国に対する何らかの軍事行動を取る可能性はゼロとは言えない。偶発的な衝突も警戒されている。全民開閉の戦時下。訴訟構成や経済制裁、あるいは突発的な軍事衝突にせよ、中国政府が何らかの攻撃を受けたとして有事だと判断すれば、あらゆる中国の人、物、金を戦時統制することが可能な国防動員法の発動が予想される。同法は今年7月1日で施行から10年を迎えるが、これまで発動されたケースは一度もない。同法は全民開閉の戦時体制を意味する。鉄道や道路、車両などの陸上輸送手段や空港や港湾施設、報道やインターネットなどの通信、電気、ガス、水道から民間の工場設備などまで、政府の命令一つであらゆる分野が統制下に置かれ反論は許されない。問題はこの有事法が日本ではあまり知られていないことだ。同法が発動されれば、中国に拠点を持つ外資企業や外国人まで深刻な影響を受ける恐れがある。企業規模に関わらず対中進出している日系企業や在留邦人も無論その対象となる。エリスコンサルティングの立花氏は国防動員法の発動で中国で生じる5つのリスクを挙げた。1、外資企業が中国国内で保有する工場など施設や車両、金融資産が中国当局に戦時徴用され、あるいは凍結、没収される可能性。2、
中国在住の外国人や家族らが一時的、長期的に出国できなくなる可能性。3、外資企業が雇用する中国人従業員が戦時動員されて、企業の経営と利益の相反関係が生じる可能性。4、外資企業の中国での正常な経営が一時的、長期的にできなくなる可能性。5、外資企業が中国の社会的混乱や騒動などによる被害や損害を被る可能性。一例として国防動員法の第63条の条文はこうだ。金融、交通運輸、郵政や電信、報道、出版、ラジオ、映画、テレビ、情報ネットワーク、エネルギーや水資源の供給、医薬衛生や食品、食料の供給、商業貿易に対し関税を敷く。すでに法律で明確に定められている以上、ひとたび有事と判断されれば、こうしたリスクが中国に現実に起きることは明白だ。新型コロナウイルス問題を発端に、中国を取り巻く国際情勢はすでに平時ではなく有事に差し掛かっている。良くも悪くも有事法制は中国でも米国でも重要視されているが、日本は何ら防御策がない。米中の衝突も起こりうる情勢を目の前に、日本政府も日本企業も在留邦人も新型コロナウイルス感染への恐怖と封じ込めばかりに目を奪われ、本質的なチャイナリスクに思いが至らないとすれば事態は深刻だ。まず最初に言及しておかなければならないのは、この記事の中においては米中の軍事衝突の危険性などについても言及しているわけですが、今すぐそのようなことが起こるような緊迫感は今のところはありません。また近い将来という意味においても、米中が全面戦争に陥るといった状況などにそこまで状況が悪化するかと言われれば、私はそこまでは考えていません。なぜそのように考えるかといえば、答えは簡単です。それは今回の新型コロナウイルスに対する責任の追及、そのトランプ大統領の言葉に答えがあります。トランプ大統領はウイルスが流出したのではないか、そして感染初期においてこれを中国政府が隠蔽しようとしたのではないかといったことについて責任を追及しています。この一体何について責任を追及しているのかというのが非常に重要なのです。インターネット上ではこうした話題について言えば、ウイルスは中国政府が人為的に作ったものだという説と、それと同時に加わるのが、中国政府が欧米を攻撃するためにこれを撒いたのだといった話がセットになっていることがあります。このような人工兵器説と同じように、欧米を攻撃するために欧米に撒いたのだという話がセットになって、その上さらに犯行声明でも加わるものであるならば、それは確かに米中の貿易戦争などという軽い話では済みません。それこそ米中の戦争に発展したとしてもおかしくないような話です。しかし、そのような話ではないのです。トランプ大統領が追及しているのは、ウイルスが流出したのではないか、そしてそれを隠蔽したのではないかといったところについて責任を追及しようとしているのです。もしも中国政府がこれは私たちが兵器として作り、そして欧米に振りまいたんだよといったような、そのような明確な発言があったとすれば、それこそそれは宣戦布告とも言えるようなものであり、米中の戦争というものは避けられないでしょう。しかしそのようなことを中国政府が言うわけがないと私は思っています。皆さんはどうですか？そのようなことを中国政府が言うと思いますか？私はその可能性はゼロに近いと思います。ですから今後一体何が待ち受けているかといえば、それは米中の新冷戦時代の幕開けです。かつて米ソの冷戦というものがありましたが、この時もソ連とアメリカは睨み合ってはいたものの、代理戦争といった形で他の国で戦争に加担することはあっても、直接的な戦闘は行いませんでした。それと同じように、米中の新冷戦時代においてもおそらく直接対決といったことはないと私は考えています。なぜならば双方に被害があまりにも大きく、そのような直接戦闘をすることは非常にリスクが高いのです。そのような新冷戦時代の幕開けによって、アメリカと中国はそれぞれ自国を中心とした勢力圏を巻き込んでいきます。そしてそれぞれの陣営というものはそれぞれ政治的な対立というものをだんだんと深めていくことは避けられないでしょう。特に今回の新型コロナウイルスによる打撃を考えると、欧米は特に結束する必要があります。EU は EU でといった形では難しいでしょう。新型コロナウイルスによるパンデミックが起こる前というのは、どちらかというとアメリカ対中国というかなり1対1に近いような構図が見られましたが、アフターコロナの世界においては、アメリカを中心としたグループと中国を中心としたグループ、この2つのグループが
せめぎ合うようなことになると私は考えています。そして話を少し記事に戻しましょう。アメリカが国際緊急経済権限法によって中国の在外資産などについて凍結したり、もしくは中国が保有しているアメリカの国債などについて凍結や接収するといった構図と、それに対抗する形で中国が国防動員法を使うことによって中国に投資しているものを全て接収するようなことができるといったような手法が紹介されていました。このような話が一般的なマスコミで記事になるということは、それだけアメリカと中国の未来に不穏な空気が漂っていることの証拠と言えるでしょう。そして記事の中でも指摘されていたように、こうした米中が衝突、もしくは私の考えるような新冷戦構造時代の幕開けになった場合、日本が一体どうするかというのが非常に大きな問題として残ります。アメリカは数多くの戦争を経験している国です。一方で中国も中国共産党が生き残るために中国という国家を徹底的に使い倒すための法律というものを整備しています。それぞれがそれぞれ別の理由で危機管理に関しては法律を整えているということを考えれば、それに比べると日本の準備不足というものは非常に目立つものがあります。そしてこれは日本政府だけでなく日本企業についても危機意識の不足というものも認めざるを得ません。今回紹介したようなチャイナリスクというものがある以上、中国に投資するということはその全てを失ってしまう可能性があるということです。そのリスクというものが年々高まるであろうということも同時に考えなければなりません。政府はこうした世界情勢の移り行きというものを分析した上で国家戦略というものを考えなければなりませんし、それを企業に対してもある程度伝えるべきです。その結論として脱中国経済というものを考えるべきでしょう。そしてこれは経済だけの話ではありません。当然のように政治や外交においても中国に何か忖度するような構造であってはいけないのです。アフターコロナの世界ではより一層中国の勢力圏とアメリカを中心とした勢力圏の争いというものが鮮明になってくるでしょう。その時日本が一体どちらにつくのか、答えは当然アメリカ中心の側なわけですが、皆さんはこのことについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。